皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回は5年くらい前に完成しました福島交通飯坂線曽根田駅のジオラマをご紹介します。制作時は駅舎キットがなかったので、駅舎をプラ板でフルスクラッチしています。短い動画にまとめましたので、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。今回ジオラマの舞台になった曽根田駅は福島県福島市を走る福島交通飯坂線の駅です。福島駅の隣の駅で昭和レトロの駅舎が特徴です。駅舎は洋風の建物となっていて、現在はおしゃれなカフェが入居しています。取材当時は改装計画ができる前で空き店舗になっていました。ホームはシュマ式ホームになっています。現在7000系電車が展示されている線路は、制作時は片側が本線とはレールが途切れていて廃線になっていました。そしてこの区間の飯坂線は JR 線阿武隈急行線と並走していて、ホームから両線の車両を楽しめるのも大きな特徴です。ジオラマ全体を駅舎側から撮影しました。駅舎はジオラマの端に設置し、駅前の大通りと JR と共用する踏切の一部を再現しました。駅舎の裏側はかつての車両基地の跡地になっていて、当時は駐車場になっていました。その駐車場をアレンジしながらジオラマにも再現しました。駐車場は砂利だったのでバラストで再現しています。またその奥、画像の右側は私有地だったので想像で草地にしました。敷地の境界付近には現地にはなかったのですが、プレハブ小屋を設置して、なんとなくありそうだよねっていう雰囲気を演出しました。ジオラマを飯坂温泉側から撮影しました。一番左側の線路が当時は廃線跡として線路のみ残っていて、本線とのバラストの違いが印象的でしたので、ジオラマでもそのバラストの色の違いを再現しました。飯坂線の脇には東北本線と阿武隈急行線の共用の線路の複線の線路があり、両者のバラストの違いも同じく再現しました。この区間はトミックスや加藤から発売されているような苦線化線柱と同じタイプのビームの化線柱がありましたので、そのまま小加工して使用しました。ジオラマを今度は西側の新幹線の走る側から撮影しました。今はアプローチ線ができて大きく様変わりしているところです。曽根田駅のホームからは暗渠のようなものが見えましたので、思いっきり想像しながらアレンジをして暗渠を作りました。ジオラマを上空から撮影しました。ジオラマ中央に水路を配置して、駐車場の地下を暗渠で流れているという設定で制作しました。現地の側道には橋はありませんでしたが、アレンジして橋を設けて、その脇に水管橋を作りました。またホーム屋根の継ぎはぎ感といいますか、補修時期の違いによる色味の違いも再現しました。ここからはフルスクラッチした駅舎をご紹介してまいります。制作当時は駅舎のキットが発売されていなくて、プラ板でフルスクラッチをして制作しました。初めて駅舎をフルスクラッチしましたので、かなり試行錯誤しました。また当時の私ができる限りのことをして制作をした駅舎でもあります。駅舎正面の非常に印象的な窓枠が建物の印象を大きく左右すると考えて、プラストラックとかエバグリーンのプラ材のどっちか忘れちゃったんですけど、素材を格子状に組んで再現しました。屋根はプラ板にエバグリーンの平板を接着して制作しました。っていうのは簡単なんですけど、見た目以上に制作難しくって、大屋根の部分と道路側に出っ張る部分の屋根の制作が、この建物の工作でもかなり試行錯誤を繰り返した部分になります。駅舎正面の出入り口は加藤製の高架駅のガラスパーツを使用し、駅前には自動販売機を設置しました。また普段は閑静な駅なのですが、大勢のお客様で賑わっている姿を想像しながら制作しました。駅舎のホーム側の埋められた窓、現在も使用されている窓の違いやホームへの通路部分など、様々にアレンジしながら雰囲気を演出できるように工夫しました。駅舎の裏側も現地取材をもとにジオラマに馴染むように様々にアレンジしました。また雨どいも設置しています。制作当時は駅舎とホームの通路に構内踏切の跡が残っていました。ジオラマでもその踏切跡を再現していて、踏切の踏み板は本物の木材を汚して再現しました。ホームの床は舗装時期の違いを塗装で再現しました。ホームはたくさんのお客様で賑わう姿を想像しながら再現しました。構内踏切のそばには駅名看板がありました。
この看板は既製品を流用し、表示は PC で自作しました。飯坂温泉側のホームの端には撮り鉄さんがいます。人形の配置も考えながら設置しました。線路周りも様々にアレンジして制作しました。ホームの飯坂温泉側には暗渠をまたぐようなケーブルトラフの盛り上がりがありましたので、ジオラマでもそれを再現しました。ケーブルトラフに高低差がつく部分の再現に初めて挑戦しましたので、試行錯誤を重ねることにはなりましたが、この画像のようにグッと持ち上がってまた元に戻る姿を再現したかったんです。またトラフを受ける部材も再現しました。一方、東北本線側の水路を渡るケーブルトラフはあえてフラットに水路をまたいでいる姿を再現して、両者の違いを楽しめるように作りました。また水路はこの部分を快挙にして再現しています。水管橋、道路橋を作り、水路の断面も再現しました。そしてこれはもう完全な空想再現なんですけど、水管橋と線路の間には暗渠の排水溝を作って暗渠の合流を再現しました。もうこういうの大好きです。東北本線の電車と飯坂線の電車が並びます。 E721 系電車の行き先は気にしないでください。この区間の最大の特徴はジオラマの外になりますが、ジオラマのすぐ脇を新幹線、山形線が走っていて、福島エリアのすべての鉄道が集中していることです。このジオラマでは飯坂線だけでなく E721 系や EH500 などの JR 車両、そして阿武隈急行の車両の展示も楽しむことができます。今回は初めて駅舎をフルスクラッチして制作しました個人的な力作、福島交通飯坂線の曽根田駅のジオラマをご紹介しました。飯坂線がこれからも地域の足としてますます元気が出るように、たくさんのお客様が利用する姿を想像しながら制作しました。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様も飯坂線に乗りに行かれてみてください。また次の機会にお会いできることを楽しみにしております。さようなら。